こんにちはなのだ。この動画ではゲームの動きを見ながらゲーマーには正直どうでもいいプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲームの設計を深掘りしていきたいと思うのだ。今回はメガドライブのソニック・ザ・ヘッジホッグを見ていく。では早速見ていくのだ。ソニックの魅力はこのスピード感なのだ。ドリカムの中村さんが作曲したこの曲も大好きなのだ。まずはセガのロゴだが、これは事前に作られた動画やアニメーションではない。ゲーム本編と同じく実機上でリアルタイムに描画されている演出だったりするのだ。まずこの赤枠がゲームの画面である。メガドライブには背景として使えるのはこの赤枠の2つのスクロール画面しかない。そしてそのスクロール画面の下絵としてスクロール A 用のプレーン A とスクロール B 用のプレーン B があり、このように画像がパターンとして配置されている。スクロール A には内側を透明色でくり抜いたセガのロゴのマスク画像を配置している。そしてスクロール B には縦縞に色をつけた四角い画像を配置し、スクロール A の下に配置することでスクロール A の透明色の部分でセガの文字が浮き上がるのだ。そのスクロール B を右から左にスクロールさせることで縦縞の色が流れているように見えるのである。遠い背景は何層にも分かれて多重にスクロールしているように見えるが、それは目の錯覚である。遠い背景はこのスプライト B の1枚しかない。この赤いラインで分割しスクロールの速度を変えることで奥行きがあるように錯覚させているのだ。奥行きを出す錯覚はスクロール A にも仕込まれているのだ。わかりやすくするためスクロール A とスプライトだけにしてみる。ソニックが背景の前や後ろを交互に走っているのがわかるだろうか。言われないと気がつかないが頭は確実にバグって錯覚を起こしているのである。これはプライオリ機という機能で実現している。プレーンは 8×8 ドットの小さな絵をタイルのように敷き詰められ、横に64個縦に32個並べることで1プレーン分になる。この1枚の小さな絵をセルと呼び、セルやスプライトではどちらを前に描くかをプライオリティで設定ができるのだ。セルごとスプライトごとに前後関係を指定できるため、設定次第で背景より前に出るキャラの後ろに隠れるといった表現が可能になる。わかりやすくするためにスクロール A でプライオリティが高い部分を赤色で表示してみるのだ。このループもプライオリティにより奥行き感を出しているのだ。そしてソニックで特に重要なのがこの高速なスクロールである。当時はハードの限界を超えていると称賛されていた。
ではどこが限界を超えたと言われたのか、その理由を見ていくのだ。キャラクターや背景、スプライトの絵はすべて VRAM に保存されている。ではソニックでは1秒間に60回の描画周期の中で VRAM をどのように書き換えているのだろう。ソニックのトップスピードでは1フレームあたり16ドット2セル単位でスクロールし、スクロール処理では現在表示されている画面が動くことで次に表示される部分の絵を新たに描画していく。この赤枠は縦2セル横2セルだが、ソニックではこの単位で画面の更新をする。そのため横絵のスクロールでは赤枠で横1×縦16ブロックを更新し、縦のスクロールでは横32×縦1ブロックを更新している。1セルは2バイトのデータを持つため、横スクロールでは128バイト、縦スクロールでは256バイトをマイフレーム VRAM に書き換えているのだ。なお、斜めスクロールの場合は縦方向と横方向の両方を更新する必要があるが、ソニックではこれを同時に行わず2フレームに分けて更新することで1フレームあたりの VRAM の更新量を抑えている。しかしソニックがフレームごとに更新している VRAM はスクロール用のデータだけではない。ラスタスクロール用の情報が448バイト、スプライトの情報が368バイトの更新をする。さらにソニックのアニメーションはパターン数が多く、全てを VRAM に格納できないため、アニメーション用のパターンデータとして320バイトをフレームごとに書き換えている。加えてステージ1では花やスコアなどの動く背景パターンもフレームごとに書き換えられており、これで896バイトを更新しているのだ。これらを全て合計すると1フレームあたり VRAM の書き換えは2288バイトにもなることがわかる。さらにこれとは別にパレットテーブルの更新などもしている。これらの更新を指示するのは68000なのだが、 VRAM は VDP の管理下にあるため68000が直接かつ自由に書き換えることはできないのだ。68000が VRAM の内容を変更する方法は2つある。1つ目は68000が VDP に対して変更要求を出し、 VDP が手の空いたタイミングでその要求を処理して VRAM を書き換える方法である。この方法では1回の要求で更新できるのは連続した2バイトのみだ。そのため例えば100バイトを更新したい場合、68000はこの要求処理を50回も繰り返さなければならないのだ。2つ目は VDP に実装されている DMA 機能を使う方法である。コピー元とコピー先のアドレス、そしてデータ帳を指定するだけで RAM から VRAM への転送を DMA が自動的にやってくれるのだ。この VRAM への書き込みには様々な制限がある。メガドライブの画面は縦方向に262本のラインで構成されており、1秒間に60回の周期で左上から右へ、上から下へとこれらのラインに沿ってドットを順番に描画しているのだ。このラインを操作線と呼ぶ。このうち224ラインが実際に画面として描画され、残りの38ラインはテレビ画面の上下にある余白に相当するため描画はしない。画面を描画している時間を描画期間、描画をしていない余白の時間を V ブランク期間と呼ぶのだ。描画期間中は VDP が画面の描画処理に追われて非常に忙しいため、その間に68000が更新できる VRAM の量は1ラインあたりわずか18バイトに制限される。さらに V ブランク期間を全て使ったとしても更新できるデータ量は205バイトしかない。この遅さの理由だが、 VDP は描画で忙しく68000からの連続する要求に対応できないため、要求を一旦バッファにため描画の合間に処理をするのだ。しかしバッファは4件までしか保持できないため、68000はバッファの空き状況を確認しながら処理をする必要があるのだ。 DMA を使った場合、68000は一度の指示だけで転送を開始でき、この要求待ちや転送処理は VDP 側が引き受けてくれるが、書き込み速度は同じで遅いのだ。
このように VRAM の更新速度に制限があるので、ソニックの高速な処理は驚異的なものに移ったのだ。ではどのように処理をしていたのか、プログラムを分析するとかなり面白いことがわかるのだ。 V ブランク期間に入ると操作線ごとにデータを分割して VRAM にデータを送っている。227と230、232のラインではフレームごとに描画する連続したデータの塊を DMA を使い転送する。次の237と235ライン以降では68000が転送している。237ラインのその他のアニメーションデータは1秒間に数回の更新しかないので68000が担当しているのだろう。235ラインのプレーンデータは縦方向のセルの更新では連続した領域にはならないので68000が担当しているのだろう。このプレーンデータの転送では縦にセル、横にセルを1ブロックとして操作線ごとに分割し VDT に要求を出している。1セルは2バイトで構成されているので4セルだと8バイトとなるのだ。68000から VDT への書き込み要求は同時に4件までしか保持できないと説明したが、1要求は2バイトなので8バイトまでならバッファは満タンの状態にはならないのだ。4つの要求であれば次のラインまでに処理は終わるので68000は処理を待たされることはなく効率的に転送ができる。転送するデータ量と VDT の性能のバランスから効率よくデータを送ることがソニックの高速化の秘密なのだ。最後にボーナスステージなのだが、これは全てスプライトだけで実現されている。画面全体に 16×16 ドットのスプライトを敷き詰める構成になっている。壁は小さなブロックを並べているので壁に隙間ができるが、小さなブロックであるとあえてわかるようなブロックの絵にしているので低さを感じないのかもしれないのだ。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。